ピースコイン OU CEO ファウンダー阿部良一さんです。はい、ご紹介いただきましたピースコインのCEO を務めております阿部と申します。よろしくお願いいたします。ピースコインはですね、多様性を認められる豊かな社会を作るということをですねビジョンとしてやっておりますけれども、ブロックチェーンを使ってですね、皆さんもきっと価値が確かにあるんだと思いながらもですね、評価をされてないといいますかという価値が身の回りにたくさんあるんじゃないかなと思いますが、そういった確かにありそうな、可視化されてない価値を可視化をしていこうというプロジェクトでございます。学生が社会に出るときに社会のルールって何なのかということをですね考えて社会に出られる方は実はあまり多くないんじゃないかなと思うんですけれども、私の場合はですね、社会という、我々が今まさに生きているリアル人生ゲームとでも言いましょうか。このゲームはルールが確実に存在をしていて、そのルールは何かというのをですね私はその学生の時に非常に気にしまして、これは資本主義だっていうルールだと思いました。我々例外なく資本主義の中で生きていると思います。その中でですね、ルールが何かを知らずにゲームをやって勝ち抜けるわけは当然ないので、そうなった時に、より効率よくゲームを進めるためにじゃあ金融の仕事をしようということがですね私の社会としての一歩目の仕事でした。ここでですね、結論としましては皆さんもご存知かもしれませんが、資本家はですねよりお金を増やしていくというのがもう結論かなというふうに思っています。経済合理性というものはその経済のルールというんでしょうかね、ルールの中で、インセンティブである貨幣お金をより効率的に稼いでいくことだと思うんです。だとした時に、法定通貨は日本円でもアメリカドルでもですね特に通貨には関係なく同じ仕組みで出来上がっていますので、例えば私が幼少期の時に大事と言われた努力をすることだとか真面目にやることだ誠実にやることだということに対して評価軸は基本的にありませんので、それよりは例えばですね真面目に、働くというよりはもしかしたら実態を作るよりは数字を作っていく方が、金融的な仕事の方がですね、稼ぐという軸だけにおいてはやはり向いているのかなと思ったりもしますし、例えばサラリーマン的なですね働き方をされている方からすればもしかしたら効率よく早く仕事を終わらせるよりは時間の中でゆっくりやった方が、なんなら残業代がもらえる場合は残業をした方が効率よく稼げるというような考え方もあるかもしれませんので、これは資本主義がですね始まった頃、産業革命の頃、大体1800年代ですけれどもの頃の人口は世界で大体12億人ぐらいです。その当時の GDP は約120兆円ぐらいですねでした。でそれが今は現代はですね70億の人口を超え日本円にすると1兆円の GDP がですね世界中では1兆円を超えています。じゃあこのままですね未来はどうなっていくんだろうかということは考えられる方もいるかもしれませんが、これ以上じゃあ人口は増やすんでしょうかとかですね GDP はどこまで伸びるんだろうかとか、例えばじゃあ GDP を伸ばすことが私はすごく自分の人生で重要に考えていますが、自分自身の幸せにつながるのかということはですね非常に、重要に考えているんですが、極めて不透明かなというふうに思います。不透明感みたいなものっていうのはすごく単純な話で、経済が成長してないというだけであって自分自身の価値が低いわけでは全くないんじゃないかなと思います。すごく単純なもう本当に理由でして、市場が成長しているところであればお金は稼ぎやすい、これだけなので人間性とか全く関係がないわけですよ。ただ私は育った環境は真面目にやることみたいな誠実にやることで非常に重要だと思って生きてきましたので、なかなかそのギャップみたいなものがですねずっとあるなと思って苦しんでいました。何にせよですね、金融の仕事をしたからということもあるかもしれませんが、そのお金の、本質というんでしょうか、お金みたいなものって何かっていうのは非常によく考えたなというふうに思っています。お金で幸せな家庭は買えませんが、お金の使い方がうまければもしかしたら幸せな、生活というのは送りやすいのかなというふうに思っています。でこれはですね、間違い探しじゃないんですけど、よく見ていただくと左と右が違うと思うんですが、これはですね平等と公平の違いというところです。平等というのはですね同じであるということが非常に優先されるのかなと思います。ここでいくと身長が同じになるのかもしれませんが、社会とか経済とかっていうところでいきますと同じ条件下でスタートをしないと平等というのは、そもそも成り立たないんだなというふうに感じています。
それに対してですね、公平フェアというのはですね、同じ環境とか条件にすることということがフェアな条件だと思っています。これはですね、今の平等さ、例えば資本主義は極めて平等な仕組みだと思いますし、それが悪いとは全く思っていませんが、平等な今の社会があるからこそ、もしかしたら公平ということを我々はもう一歩前に目指していけるんじゃないかなと思っています。例えば、それこそ150年前、日本はですね、江戸時代なわけであって、その頃はですね、身分制度もあって、自分が何かの仕事をしたいとかっていうこと自体ができない時代でした。そこからすればはるかに平等で豊かな社会だと思いますけれども、今はもう平等がある程度スタンダードになっているとすれば、もう一歩前に進めたいなと思っています。これはもう一つ同じような話なんですが、先ほど、少し前であればといった話が、日本で言えばお殿様ですね、絶対王政は、殿様がいて絶対権力者でした。今は民主主義の時代になりましたので、我々一人一人が、小さな一票ですが票を持っている平等な権力者であります。でその権力というものをですね、もし仮に、何でしょう、可視化をするとしたら、私はこんな感じじゃないかなと思っています。昔の権力者はですね、一極集中をしていて、責任の所在もすごく明確で、例えばですね、うまく悪政みたいなことをするとですね、革命とか日本で言えば一揆みたいなのが起きて、例えばもう最悪殺されてしまうみたいなことがあったと思います。でも今はですね、我々がその権力を持っていて、しかもその権力はあまり意識はされませんが、大きさとしては非常に大きくなっているのかなというふうに思いますので、そういう意味において権力が実は反論している部分があるのかなと思っています。実はお金もですね、何かのサービスを生きながらさせるとかですね、相手の仕事を作り出すという意味において、一票というものにおいては極めて近しいものがあると思っていますので、実はですね、我々がお金をですね、使っていく行為っていうのは非常に重要なのかなと思っています。お金の歴史を、すごく簡単に見ていけばなんですが、昔はですね、一番最初は、お金は贈与みたいな形でですね、親切みたいな形で経済というのは価値の交換という意味では回っていました。ちょっと上を見ていただきたいんですけども、そのですね、信用や人間関係が昔はすごく、深かったと思うんです。それは近い関係性でお金を、お金すらもなかったかもしれませんが回していたから。ただ今は社会がすごく大きくなってきて便利になったという側面も極めて重要ではありますが、今はですね、極めて、人間関係が浅くても使えるという意味においてはお金が随分違うものになってしまったと思っていますので、私はですね、もう少しエモーショナルにですね使えるお金があってもいいのかなというふうに思っています。ここでですね、皆さんがどういうお金を使うかということをですね、単純に日本円、アメリカドルという意味ではなく、ピースコインは全く新しいお金を、貨幣みたいなものを作ろうと思っていますので、そこに皆さんがもし1票を投じるとすれば、好きなサービスが当然生き残りますし、そんなですね、今までとは違う多様性の高い社会を実現したいなと思っています。例えばその中でいけば、今の世界中の GDP は約1兆円ですけれども、例えば家事労働って確実に価値があるのに評価をされていません。例えば介護も、身内の介護もそうかもしれませんとかですね、ボランティアの方とかたくさんいろんな市場も可視化をしていって、そこに価値を、例えばいい人が本当に価値がつく時代が来るんじゃないかなと思っています。ここは単純な比較なんですけれども、今のお金は使うと、借金をすると増えるお金なんですが、ピースコインの場合はですね、使うと増えるお金っていうのを作ろうと思っています。詳しくはですね、ホームページにそのコンセプトペーパーというですね、詳しい資料が載せてありますので、何が違うのかっていうところはまた機会でご説明ができれば嬉しいと思うんですけれども、ピースコインが単純に増えるタイミングが、サプライが増えるタイミングが違うというところで世の中に大きな違いを作れるんじゃないかなというふうに考えています。今の資本主義を全く否定しているものではなくですね、今までのお金は貯めることに向いているお金と思っています。それに対してピースコインは使うことに向いています。使えば使うほどお金が、すごく単純には増大をしていきます。お金を使うのが上手い人算定をしましょうと。その代わり使わないお金、大量捨てるお金を減らしていきましょうというやり方をして、多様性のある社会を実現できればなというふうに思っております。